おはようございます。たかしです。本日は9月28日水曜日、ただいま8時14分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日はほぼほぼ動いていない状態ですね。月曜日のこの下髭陰線からの押し目買いと、あとこの大きな下落に対する戻り売りというところで値動きが小さくなってどちらにも行きにくい状態になってます。今はここからどちらに行くのかっていうのを決める、そんな期間になっているのかなという感じですね。ただ一旦の戻しポイントとしてはこの黄色のラインもしくはこの白のボックス加減ですね、160円ぐらいまでは戻してきてほしいところですので、そこまでの戻しを待ちたいのですが、このまま下落していくということも考えられます。ただそろそろ週末に差し掛かっていきますので、この今のところ週足っていうのが下髭の陰線になるのか陽線になるのかというところです。もし週足が下髭の陽線になってくると、ここからの大きめの反発上昇ということも考えられますので、今はそれを決める大切な時期に入っていると思われます。なので今はどちらに行くと決めつけるよりも、基本的にはこういった戻り売りが優勢だとは思いますが、もし週足が陽線で確定した場合は、この戻り売りというよりもここからの押し目買いでの上昇の方が強くなってくる可能性がありますので、その辺は注意が必要ですね。ただ今は基本的にはこの下落に対して戻り売りのその戻しを待っている状態というところですね。今ストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしてきてますが、クロスしてから上昇している割にはチャート自体は上がってきてませんので、このままチャートがじりじりとじり高で、このゴールデンクロスからのストキャスティクスがまだ高値圏に来たところっていうのは、そこからの大きな下落っていうのを期待できるかもしれません。マクディに関してはまだまだ下落モメンタムが強い状態ですので、今はロングよりもやはり戻り売りを狙いたいのですが、今一旦ここ数日もしくは今週いっぱいは様子見の相場になるかもしれませんね。では4時間足です。今1時間足の目線切り替えポイントがこの紫の点線 160.5 付近、そして4時間足の目線切り替えポイントがこのオレンジの点線 164.5 付近というところです。ここを上抜けてくるまでは1時間4時間と目線は下、そして日足も目線が下というところで、今1時間4時間日足と全ての時間足で目線が下になっておりますので、基本的には戻り売り優位、そして GMMA も4時間足は下を向いております。日足に関して GMMA はこの辺にあるんですが、まだ収束してますので何とも言えない。ここからもし急騰で上昇してきた場合は、この今のこの下落っていうのを全て覆す可能性もまだ残ってますので、その辺は注意。ただ4時間足に関しては GMMA 下向きで少しまだ距離がありますので、この GMMA 付近まで戻してくる、もしくはここで横横が継続して GMMA が下がってくるみたいなところが戻り売りポイントと考えます。ただ冒頭でお話ししましたように、やはり週足が気になりますので、このまま週足がどのように確定するのかっていうのは大きくこの先に関わってきそうですので、そこは気にかけておいた方がいいと思います。現在ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスして下落している割にはさほど下落しきれないという感じですね。ここで三角持ち合いのようなものを今形成中ですので、これをどちらに抜けるか。もし上に抜けても GMMA がすぐ上にありますので、ここは上値が抑えられるポイント、そこからの下落なので、ここでダブルトップみたいな形での下落になるのかなという印象ですね。ただ今ストキャスティクスが安値圏に向かってますので、これがもう一度安値圏に入って上昇するタイミングっていうのは大きく上昇する可能性がありますよね。ここからのこの上昇はここからの上昇ですので、ここからまた安値圏に向かって今ここで時間調整を行って、その間にストキャスティクスが下がってくる、そして安値圏からゴールデンクロスをすると次160円ぐらいまで上昇してくる可能性もありますので、その辺は考慮に入れておいた方がいいと思います。そして日足のストキャスティクスも上昇中というところですので、4時間足のストキャスティクスも上昇してくるとさらに上昇に加速がつく可能性がありますので、ただ基本的にはこの下落に対する戻り売りポイントを探していくっていうところには違いありませんので、この紫のラインぐらい 160.5 ぐらいまでを一旦の目処として、ここを背に戻り売りを仕掛けていくのがいいと考えます。ここでお知らせです。インジケーターに関するブログを書きました。タイトルは勝てないのはインジケーターを理解していないからかも基礎編としました。僕が普段使っている GMMA、ストキャスティクス、MACD に関する使い方説明のブログになります。かなりわかりやすく書けていると自負しておりますので、もしよければ一度ご覧ください。
では1時間足です。このオレンジのトレンドラインは抜けてきたのですが、そこからの動きがかなり乏しくなってきて、1時間足の GMMA は今横ばいになってきました。そして今この三角持ち合いを形成中で、これをどちらに抜けるか待ちというところですね。一旦の戻り売りポイントはこの黄色の点線ですね。ここは過去のレジサポゾーンでもありますし、ここの直近のこの下落からの戻しの高値でもありますね。157.3 付近。ここが一旦の戻り売りポイント。そしてそれより上がってきた場合はちょっと線がいくつもあるんですけれども、この辺がゾーンとして意識されるのかなと。いろいろこう抵抗のラインがありますので、ここにフィボナッチリトレースメントのラインが引いてあるんですよね。この黄色のラインがそうなんですが、こっちのラインが 61.8% で 158.4 付近。そしてこっちのラインが 78.6% の161円というところで、この2本のラインで挟まれたこの辺付近っていうのは意識されてくる戻り売りポイント。そして4時間足の GMMA もこの付近にありますので、この辺ぐらいまで戻ってくるのを待ちたいところですね。ここまで戻ってくると次は4時間足単位での戻り売りを検討したいところです。ただそうなると1時間足としては GMMA がおそらく上向いてきますので、次は1時間足の GMMA と4時間足の GMMA に挟まれることになりますので、そこでどちらが勝つかですね。おそらくここまで上昇してくるってことは1時間足単位で上昇トレンドを描いてきますので、その上昇トレンドが崩れるタイミングが次4時間足単位での戻り売りポイントとなってきますし、その1時間足の上昇トレンドを崩せなければ一旦また次はこのオレンジのラインぐらいまで 164.5 付近までは上げてくる可能性がありますので、その辺は考慮に入れておきたいですね。ただここまで上がってくると次週足としては陽線確定、長い下髭陽線確定になりますので、次はここを突破してくる可能性を考えます。今の状態からそこまで上昇していくっていうのは考えにくいのですが、とりあえずは目線としては今は下ですので、基本的には戻り売りなんですが、ポンド円のボラの高さ、あとこの辺っていうのは週足や月足での反発ポイントになってきてますので、上位足では押し目買いポイントなんですね。なのでここから上昇する可能性がゼロではないので、今のところ下目線ですけれども、上位足での押し目買いポイントにもなってきますので、その辺は考慮しておく必要があるとは思います。ですので上がったところは戻り売り、ただこの辺は下値が硬くなってくる可能性がありますので、この辺では押し目買いっていうのもやっていってもいいのかなと思ってます。どちらにしても週足ですね。今週の週足がどうなるかによってこの先のイメージが大きく変わってきますので、今は長い下髭の陰線になるのか陽線になるのかというところですので、それを見届けてからでのトレードでもいいと思います。今1時間足で言うなら基本的には全部下目線ですので、上がったところは売っていく。そしてこの安値付近では買っていく。ただ買いに関してはこの大きな下落に対しての戻り売りの途中ですので、もしかしたら下抜ける可能性がありますので、極力引きつけてのエントリーがいいと思います。ただこの辺っていうのは週足、月足では意識されてくるポイントになってきますので、その辺は考慮してトレードする必要があるとは思います。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。